今日はポータブル電源のご紹介です。メーカー名がグリナリーかな、グリナリーだと思うんですけど、グリナリーの G2500 と 2500W の大容量ポータブル電源と 200W のソーラーパネルのご紹介です。ただちょっと天気が今日悪いので、ソーラーパネルに関してはまた晴れてる日に実際つないで出力等を見ていきたいと思います。ではまずポータブル電源の使用等を見ていきます。出力が 2500W、 めちゃくちゃ大きな出力ができるポータブル電源でバッテリー容量が 2304Wh ですね。なんでポータブル電源の中でもかなり大きな大容量な部類に入ります。これだけ大容量で高出力なんで重さは 21.6kg、 まあまあ重いですねやっぱり。でサイズが391の285で、高さが 319mm と大容量の割にはサイズはかなりコンパクトかなという感じです。バッテリーの種類はリン酸鉄リチウムイオンなんで安全性が高くて高寿命と、最近のポータブル電源はだいたいリン酸鉄リチウムイオンを使ってる製品が多いんで、それと同じような製品ですね。で上にこういう蓋がついてて、この中にこういう電源コードとか、あとはこれはソーラーだね、XT90 かな、かなりしっかりしたソーラーの線も付属してます。 MC4 と XT90 の線が付属してます。はい、ちょっと出しときます。次前面のパネルいきましょう。まず電源ボタンがここですね。はい、長押しで電源オン、ライトちょっと暖色系ですね。白というよりはちょっと暖色系なんで結構使い勝手は良さそうですね。一回押すとこういうなんか点滅、なんか信号ですかね。でもう一回押すと速い点滅で、もう一回押すと消えると。下に USB のポートが並んでて、でここで USB のオンオフですね。これでオンオフです。でオンにしときます。で USB-A の QC3.0 が2口で USB-C がすごい4口あります。 100W 出力が1つで 20W が3口ですね。 USB-C が4つもあるとかなり助かるかなと思います。次が DC のオンオフ、これですね。で DC がまずシガーソケットが 12V10A なんでマックス 120W ですね。 12V の 3A の DC ポートが2口あって、でこれちょっと珍しいのが XT60 の出力がここにあって 12V の 25A、 これだいぶいいんじゃないかなと。あんまりないですね。僕も今まで他に1台だけかな、 XT60 の出力ポートのついてるポータブル電源は。でこの XT60 はこのブラケットだけ買っちゃえば自分で配線もできて、で何がいいってこれ 12V の 25A 取れるんで 300W なんですね。なんでここに FF ヒーターとかで使えるようになります。で FF ヒーターをだいたい 12V10A でシガーソケットの形にしてここで使うと立ち上げ時に 150W 以上出るんですね。なんでそれでエラーが起きて止まっちゃうことが結構あります。動いちゃえば 30W とかもっと小さい出力しか必要ないんですけど、最初の2分ぐらいかな、結構大きな電力がいるんでちょっとここじゃ不足することが多いです。そういう時にこの XT60 使ってあげたら 300W 出るんで、このポートがあるっていうのはかなり便利かなと。特にその FF ヒーターをこうポータブルで持ち歩くシチュエーションとかですね、そういうような運用をしている方にはかなり助かるポートかなと思います。ここが 12V で、AC は横かな、 AC は横ですかね。ちょっと横向けてみます。で AC はここですね、横についてます。 AC のボタンがあって、でこういう感じで押してこう蓋を開けるのか。でここに4口が4つあります。 AC4 口あります。はい。でこっち側がこのポータブル電源を充電する用の差し口で、この下は XT90 のソーラーの入力ですね。こういう感じで差してあげて、こ
こっちをソーラーパネルの MC4 とつなぐと、そういう感じですね。で AC の出力、これが100から120ボルトで2500ワット出せます。でもちろん純正減波とで過負荷短絡保護機能も搭載してるんで、間違って2500ワット以上の何かをつないじゃったら保護機能が働くようになってるんで、安全性も確保されてます。周波数は 50Hz と 60Hz 両方使えるということで切り替えができます。で自分の地域や持ってる電化製品によって 50Hz か 60Hz は切り替えると。でもう一個、電圧を 100V と 110V で切り替えられると。これはなかなか珍しいですね。でこの 100V 110V、 普通はまあ 100V でやると思うんですけど、例えば溶接機とかね、溶接機使う時って結構電圧が足りなくて昇圧機を使ったりすることあると思うんですけど、そういう時にこれ 110V 選べるんで、これで 110V 選んであげてやると、もしかしたらいいかもしれないですね。僕は試したことないんですけど、そういう使い方もできるかもしれないです。アメリカでも売ってて、アメリカの電圧が110から 120V なんで、それでこういう100と110を切り替えられるようになってるのかもしれないですね。アメリカで買った家電製品を日本で使いたいとか、そういう時にもこの 110V に切り替えれれば使える可能性があるんで、そういう場合もいいかもしれないですね。周波数 50Hz、60Hz の切り替えはパワーが入っている状態で AC のポートをまずオンにすると、オンになりました。で今 60Hz と。でこの状態で長押しすると、それでここが点滅して切り替えられるようになると。もう一回いきます。今切れちゃったね。これで長押しして点滅したら 50Hz、60Hz、 ちょっと50にしてみます。で50になったと。こんな感じですね。電圧を100と 110V 変える場合は AC ボタンを10回短く押すらしいです。やってみます。12345678910、で 110V、 でヨーロッパは230になるんですね。でこれは100か110なんで 230V は選べないと。今 110V です。でもう一回1234510回で100に戻ったと。なので 220V になるんだ。でこっちは関係ないんでこっちですね。こういう感じで電圧も切り替えができますと。出力は以上ですね。 USB、DC、 こっち側に AC と以上になります。で次入力は AC 入力で MAX1100W で充電できるみたいです。で 0% から 100% までが2時間以内でフル充電ができると。なんでかなり高速でできますね。 XT90、 さっきこっちにあった XT90 を介してソーラーパネルで充電する場合は 11.5 から 48V で MAX が 500W と 500W までのパネルでできるということですね。ソーラーパネルで入力するときですね、この電圧は気をつけてあげないと 48V 以上になったらダメだし 11.5V 以下だと充電できないので、使うソーラーパネルの出力を見て使うようにしてください。この製品のもう一個面白いなと思ったのがここですね。ここにボタンがあって 300W、500W、700、900、1100ってあって、充電のスピードをここのボタンで切り替えることができるみたいです。よくアプリを使って Bluetooth とか Wi-Fi つないで充電速度を設定してあげるっていうようなポータブル電源が結構あると思うんですけど、この機種に関しては Bluetooth とか Wi-Fi で携帯とつながらないので、もうここだけで全部ボタンでやると、これはこれでいいんじゃないかなと。もうその場でパパッと変えれるし、すごい便利なのかなと思います。で実際にこのボタンを押してあげると切り替わるみたいなんで、ちょっとやってみますね。ここが今 700W、900、1100と1回押すごとに変わっていくと、こんな感じですね。いいね。すごい分かりやすくていいですね。なんか Wi-Fi がうまくつながらないとか、携帯がなくてアプリとつなげないとかっていうこともこれだったらないんで、結構使い勝手は良さそうですね。必要最低限のところは抑えてるし、充電速度も MAX1100W 出るから十分だし、
で容量がめちゃくちゃ大きいんで1個あったらかなりいろんなことに使えるし、で出力が 2500W 出るんで、もう家電製品のもう 95% 以上は使えるぐらいの感じだと思います。もう 99% ぐらい使えるような感じかもしれないです。よく僕がお伝えするのは 1000W と 1500W でそれぞれ用途が変わってくるかなと思うんですけど、 1500W の出力が常時できる製品になってくると電子レンジが安心して使えるようになると、 1000W 以上の出力になるとケトルとか電磁調理器とかドライヤーとかが使えるようになると、そういう目安だと思うんですけど、で 2500W ってなるともちろん電子レンジは使えると。でかなり出力が大きいんで電磁調理器と電気ケトルとかも同時に使えたり、ドライヤーと何か他の電化製品を使うとか、そういうこともできるぐらいの出力なんで、かなりこの大出力っていうのも魅力的かなというふうに思います。ではちょっと実際にちょっと実験してみますね。あと充電速度もちょっとやってみたいですね。実験してみます。今ね 1000W ぐらいの電化製品を2つ持ってきました。まずはこのヒーターねつけてみます。余裕だろうな。はい、はい、今 1000W ぐらい出てますね。アウトプットで25%、残り 25% なんでちょっともうすぐなくなっちゃいますね。ケトル入れてみます。これで多分 2000W ぐらいになるはず。お、2400W 余裕ですね。こんな感じです。今ついてます。でもちろんこっち切ったらこっちだけ 1400W ぐらいですね。はい、ちゃんと出力は出ますね。こんな感じです。モバイルバッテリーがあるんでモバイルバッテリー充電してみます。今 QPD の 100W 出るとこですねにやってます。いきます。はい、どうでしょう。でただ1000が 60W までしか多分これ対応してないんで、そうですね 56W、でもちゃんと 60W 出ますね。なんで 100W 出せるのがあったらちゃんと出そうですね。PD の20だったら 20W なのかちょっとやってみますね。はい、いきます。はい、そうですね、19W。 ここで 100W 出せたらだいぶいいですね。 MacBook Pro とかかなり早く充電できそうですね。よし、じゃああと最後に充電見ときましょうか。で充電は今何 W だっけ。今300にしときます。今ここに線持ってきてるんですけど、延長コードは使わずに直接家のコンセントに挿すようにしてください。入力がすごい大きいんで 1000W 以上になるんで、ちょっとこの延長コードだと心配です。熱くなったりするんで家のコンセントに直接挿すようにして、でどうしても延長コード使わないとダメなシチュエーション、もう絶対届かないとかっていう時は入力のスピードを落としてあげて、500W 以内にしてあげるとかしてあげるようなことをすればまだ大丈夫かなとは思うんですけど、基本は家のコンセントに直接挿すと。今日はちょっとテストなんでこれでいきます。ちょっとやってみます。はい、今 300W にしてます。そうですね。インプット 300W に対してこっちのモニターも 314W ですね。この誤差は損失かなと。損失にしてはちょっと小さすぎるけどな。5% ぐらいなんでこんな感じですね。これちょっと切り替えますね。次 500W にしました。なりましたね。はい、499W で479と。はい、次 700W。次900。こんな感じですね。で最後 1100W で MAX1100W なんで、これどうだろう、出るかな。出た、ちゃんと出ました。あとはこの環境にもよると思います。すごい寒いとかすごい暑いとか、そういう状況によってここのスピードは自動で制御すると思うんで、
常に1100にしてるからって1100が出るっていうわけでもないし、あと少しで満充電っていう時は充電速度も落ちると思います。次こちらのソーラーパネルですね。型番が XY200W っていう型式になります。で最大出力が 200W で、変換効率が 23.4% で出力電圧が 18V で回路電圧は 21.6V と出力電流が 11.1A で短絡電流 13.3A です。でこれ 200W の割にかなりコンパクトですね。重さも 6.1kg で収納時が585の 435mm で、厚みが 75mm っていうことなんですけど、これはこういう出っ張りのところを入れてっていうことですね。で展開すると横に 1725mm になると、なんでだいたい男の人の身長ぐらいの大きさになるんだけど、かなりコンパクトですねこれ。でここにこれが入ってます。でここにね全部説明は書いてますね。でさっきのこれありますね。このポータブル電源に付属の線を使ってあげると、こういう感じでつないであげて XT90 をポータブル電源の充電側にさせてあげればもう OK ですよと、そういう感じです。天気が悪いんでダメですけど、こんな感じ。すごい。でこれがね、これいいですね。ここにマジックテープがついてるんで2箇所いいね。ビロンと広がらないんでいいですね。でこんな感じで広げてあげると。で幅が1700ちょっと 1.7 メーターぐらいですねぐらいのサイズですよということです。これはいいね。簡単にこうピッとしまえるし、めちゃくちゃ便利。ソーラーパネル1個あるとやっぱ何かと便利ですね。で 200W のソーラーパネルだと、天気が良くてそこまで暑くなかったら 180W 近く出ることもあるんで、5,6 時間で 1000W ぐらい溜まるんで、このポータブル電源の4割ぐらい溜まるような感じなんで、災害対策とかでは一つ持っといたら便利かなと思います。今日はポータブル電源とソーラーパネルのご紹介でした。概要欄に詳細は載っけておくので、ぜひご確認ください。さあちょっとね、ずっと天気が悪かったんだけど、天気が今日はちょっといいので、ちょっとソーラーパネルを使って充電のテストしてみてます。はい。今ねソーラーパネルでちょっと充電してみてるんだけど、ソーラーはね薄曇りだね。太陽は出てるんだけどちょっと薄曇りで、だいたい 110W ぐらい、110から120ぐらいの間を行ったり来たりしてるね。今100ぐらいになったけど、雲がかかってるんで薄曇りでこれなんでだいぶ良さそうです。ソーラーでの充電もバッチリできます。